フィリピンセブ島から日本に一時帰国した時、岡山県津山市の鴨町という場所を歩いてきました。寒原神社という少し有名な神社がある岡山県北部の静かな町です。すごく綺麗だったんですが、歩いているうちに少し考えさせられることもありました。この日は吹雪になったり晴れたりと、天気は優柔不断でした。フィリピンに住んでいると雪を見る機会はありません。なので久しぶりの雪景色にかなりテンションが上がりました。同じ日本でも住んでいた地域とは少し離れているので、カメラを持って歩くだけで楽しい時間でした。寒原神社が有名な理由は、神社そのものというよりも寒原という言葉にあります。寒原は普通の漢字ではなく、古くから伝わる神字と呼ばれる特別な文字です。古来より災難よけや厄よけ、身体健全の護符として信仰されてきました。江戸時代には怪我よけや矢よけの護符としても用いられ、寒原の文字を身につける人を守る力があると信じられてきたそうです。またこの近くには古くから寒原信仰が伝わっており、現在大阪にある有名な寒原神社とも深い関わりがあります。今では全国から参拝者が訪れる神社ですが、この日は大雪ということもあり、とても静かでした。到着しました。めぐみ荘。その後、あまりにも寒くて手がかじかんでいたので、地元の介護施設に併設している温泉に入りました。静かな場所で入る温泉は本当に気持ちがいいですね。ただ、おじいちゃんが数名いまして、その中で一人ポツンと、若者は私一人だけでした。セブにいると、普段の生活ではなかなか味わえない落ち着く時間でした。最近は写真を撮る機会が減っていました。子供もいるし、張り切って Vlog を撮りに行く時とか、誕生日などイベント以外では撮らなくなってしまっていました。どちらかといえば、セブでは動画を撮ることの方が多くなっています。でもこういう静かな場所を歩いて、ファインダーを覗いてシャッターを切ると、やっぱり写真っていいなと思います。何か瞑想に近いものを感じますね。ただ歩いていて少し気になったことがありました。人が本当に少ないんです。平日だったというのもあると思います。それでもここまで人を見かけないのかと驚きました。子供の姿は全くなく、数名のおじいさんやおばあさん、数台の車を見たほどでした。保育園には子供は預けられているのでしょうか。全く音がしませんでした。今住んでいるセブは正直かなり騒がしいです。バイクの音もするし、子供たちも元気に遊んでいます。日本と比べると不便なことも多いです。でも街を歩くと人のエネルギーを感じます。この日歩いた鴨町はとっても綺麗でした。でも同時に少し静かすぎるようにも感じました。自分も今は子供がいます。だからなのか、昔とは違う目線で街を見るようになりました。公園や学校、子供の姿が自然と気になるようになりました。この日も、この地域の子供たちはどれぐらいいるんだろうと、そんなことを考えながら歩いていました。
この動画で何か結論を出したいわけではないんですが、日本の田舎には都市部にはない魅力があります。静かで綺麗で落ち着く場所です。でも今回歩いてみて少しだけ日本の未来について考えさせられました。皆さんはこの景色を見てどんなことを感じるでしょうか。最後までご覧いただきありがとうございました。この動画を面白いと思ってくれましたら、ぜひチャンネル登録と高評価をお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。